25年前、一つのエギは生まれました。それがエギ王。このエギはただの新製品ではありませんでした。今までのエギングそのものを変えた存在だったんです。1990年代より岸からアオリイカを狙うゲームフィッシングとして山下がエギプラス ING イコールエギングという言葉を世の中に発信し、その楽しさを伝えるために雑誌の取材やエギング教室を各地で開催して精力的にエギングを広める活動を行いました。2000年前後、 P ラインの登場により夜夕間詰めから日中の釣りへ、そしてさらにエギを大きくアクションさせる、鋭くダートさせるような釣りが始まりました。ですが当時のエギは素早いアクション、キレのあるアクションについてはこれなかったんです。そこで誰でも簡単に動かせる軽い力で大きなアクションを生むエギ、それが求められていました。2001年、エギ王。エギ王が誕生したのは2001年のことです。当時エギングはまだまだ発展途上の釣りでした。 P ラインが普及し始めたことでエギを大きくダートさせる釣りが、そういう釣り方が可能になってきた一方で、そのアクションを思い通りに出せるエギ、そういったものがまだ存在していませんでした。誰でも意のままに思い通りに動かせるエギを作る、そのコンセプトで生まれたのがエギ王です。エギ王は操作性、そのアクション性能を徹底的に追求しました。エギ王に搭載されたタングステンキール、高比重なタングステンシンカー、そしてキールの形状、タングステンキールシンカーによって低重心の設計、そして本体の浮力バランス、これを徹底的に追求することでアングラーの軽い力、軽いロッドアクションでも水中で伸びのある非常に大きなワイドなダートアクションを発生させることに成功しました。そしてスーパーファインフック、アオリイカを確実にかける、ヒットに持ち込むための鋭さと、そして強さ、耐久性を両立。ここから25年間エギ王に受け継がれる基本性能がこの時誕生しました。そして2003年、エギ王9。ここから大きくエギングのアングラーの人口が増えます。どんな場所でも釣れるエギ、その答えがエギ王9でした。シンプルイズベーシックとしてエギの本質を追求し、エギ王9に装備されたダイレクトサスアイ、アングラの激しいアクションやしゃくりの動作、そういったアクションの力をロスなく伝えて、感度が高く、しかも強度が強いアイ、いわゆるエギングのスタンダードといったポジションを決定づけました。日本ではビシバシエギングという言葉が生まれるほどエギングが急速に広がっていった時代、そのエネルギーに応えるようにシンプルイズベーシックをコンセプトに作られたのがエギ王9でした。そしてエギ王急速、フィールドの拡大を受けて深場や激流に対応した急速沈下、いわゆる今でいうディープタイプ、深い水深や速い潮流でも着底を容易にした高比重専用タイプを展開しました。そして2006年、シャローエリアに特化したエギ王9戦が誕生します。水深の浅い浅場、シャローエリアや少し低活性なエギの反応にあまり思わしくない反応をする活性の低い擦れた状態のアオリイカに対応するシャロータイプ、水深に合わせてじっくり見せるためのスローフォールの専用設計モデルもこの2006年に誕生しました。そして今現在では当たり前ですが、この頃からカラーローテーションという考え方も徐々に広がっていきます。イカの擦れた状態が進んだ状況に対応すべく、餌となるベイトフィッシュに近い外観、そして視覚的な違和感を排除してアオリイカの警戒心を解くカラー、こういったものが戦略として生まれました。このナチュラルカラーは一時的な流行にとどまらず、その後のエギオシリーズの展開でも欠かせないシリーズのアイコン的なカラーへと進化を遂げていきます。
アオリイカも学習します。もちろん同じアクション、そのダートアクション、激しいダートアクションだけでもやはり反応が良くなくなる、釣れなくなります。だから新しい武器が必要でした。 JP、 縦に跳ねる JP、 そして動きプラス温度で見せるライブ、さらに音と光で寄せるサーチ、激しくダートさせる、エギを激しく動かすだけではなくて、イカの視覚や五感に訴えるような生命感をどう表現するか、そして環境への配慮、科学的に基づいたアプローチ。エギングは道具として性能を超えた進化を求められていました。そしてエギオ9ライブが誕生。動きに加えてプラスアルファの要素で活性の高いイカを呼び寄せる系譜がスタートしました。そんな時代の中で生まれたエギオライブ。エギオ9ライブから搭載されたウォームジャケット、独自の蓄熱能により動きだけではなく熱、この温熱効果で生命感を演出しました。これがエギオの第2の標準装備として定着します。そして2019年、エギオライブに鉛を使用しないレッドフリー進化、 SDGs をはじめとする環境への意識の高まりを受けて、環境負荷の少ない鈴製進化を刷新。エギオ9の系統から独立して、こちらも第3の標準装備となりました。そして2021年、エギオライブネオンブライト、紫外線発光の軽ムラ、この人気の加熱に対し、今までの青だけの発光ではなく、青に加えて赤、そして緑の光の三原色を操るような紫外線発光を搭載しました。あらゆる状況の潮色に合わせることができる科学的なローテーションという新たな戦略が提示されました。2014年、エギオ9ライブサーチが誕生します。カラーやアクションだけでなく、音によるアピールのトレンドが到来します。視覚と聴覚同時に刺激して、広範囲から高活性なアオリイカを呼び寄せる、効率的にアオリイカに対してアピールすることが求められました。サーチラトル、イカ類が最も聞き取りやすい周波数である 600Hz 前後のラトル音、これを開発し搭載し、アオリイカの聴覚に強烈にアピールします。2015年490グロ、イカ類から最も見やすい490ナノメートルの光、この発光波長を搭載した視覚素器を最大化した夜光、後にエギオ系、そして TR など他のシリーズにも広く採用される重要なテクノロジーになります。そして2023年、エギオサーチ、市場の成熟に合わせアピール力を再定義されたストロボフィン、このストロボフィンに使用されている素材、環境の負荷を考慮されたエコラという素材が使われています。この独自のストロボフィンによる強烈な平打ちアクション、そしてエギオサーチが持つフラットサイドによる強烈なフラッシングアピール、新たなラトルモデルとしての専用モデルに進化しました。エギオシリーズの中でも一つの転機があります。それがこのエギオ K の登場です。エギオ K が生まれた背景には、エギングの急速な普及がありました。アングラーが爆発的に増えたことで、アオリイカに対するプレッシャーがどんどん増していき、今までの激しいダートアクション、激しいしゃくりのアクション、そういったものに反応が少し薄くなって、エギを悪くなってきたアオリイカをどうやって取っていくか、激しく動かすから安定して落とす、この発想の転換がエギオ系の革新です。エギの後ろを追尾してくるけど、あと一歩でその距離が詰まらない、触らない、乗らない、そういう極限まで擦れた状態のイカを確実に抱かせるためのギミック、要素がこの
一本に全て凝縮されています。エギオ系に搭載されたハイドロフィン、イカが最も嫌うフォール時のブレのエギに与えてしまう不意な挙動を徹底的に排除しました。この安定フォールによって今まで諦めていた反応の悪い擦れたアオリイカに対して迷わず手を使わせる革新技術です。激しく動かすから安定して落とす。イカが一番嫌うしゃくり時、ステージのブレをなくす、フォール時のブレをなくす、これがケアの考え方です。生態研究から生まれた技術、それがポラマジです。生態研究の進化によりイカ類の目は変光機能を持っているという視覚特性が分かりました。見る角度でエギの柄が魔法のように変わる。これまでにない第4の軸の視覚的訴求テクノロジー、ポーラライゼーションを機能として実装しました。最も信頼されるパートナーとしての地位を不動のものにするリブランディングをこの頃実施しました。このタイミングからおなじみのエギオのロゴをグローバル表記であるアルファベットのエギオへと変更。日本国内のみならず世界市場を見据えてのブランド進化を果たしました。日本では新たな課題が生まれていました。激しい左右のダートアクションにイカがどうしても慣れ始めていたんです。そのダートアクションに慣れてしまったイカ、擦れてしまったイカをどうやって取っていくか、その答えとして生まれたのがエギオ JP でした。左右ではなく上、縦方向の跳ね上げという新しい次元の誘いです。左右のダートを押さえて上方向へ高く跳ね上げる独自の動きでボトムエリアの沈み根や障害物、そういったものを高さでかわしていく。移動距離を抑えた縦への誘いによってエギを追い切らない、火星の低いアオリイカの視界に長くとどまることで手を使わせやすくする、捕食のスイッチを入れやすくする。そして2014年エギオ JP プラス、縦のアクションにより進化が求められました。エギオ JP に重心移動システムを搭載、より軽い力でより高く跳ね上がるアクションへと進化して、アクションからフォールへの移行も非常にスムーズな丸みのあるアクションを生み出しました。これにより縦のしゃくりによる攻撃力、その現場の攻略力というものをさらに強化しました。さらなる大物を追い求めるアングラーの熱、そして船からディープエリアを狙う水深の深いエリアに潜む大型アオリイカ、レッドモンスターといわれる赤い型のアオリイカを狙う専用長砲の流行に対応する必要がありました。そしてその大型専用モデルとしてエギオ GX、エギオ MH が誕生しました。特定の状況下でモンスターを確実に仕留めるための特殊スペック、モンスタースペックとしての決闘が分かれました。エギオ GX、大型狙いに必要なボディサイズ4号から 4.5 号をラインナップして、大型イカが好む大型ボディ、そのアピール力を生かしつつ、アクション時はしゃくりの時の疲労時、アングラーへの負担を軽減するシンカー形状が搭載された専用設計です。そして2017年エギオ MH、 船から狙う大型アオリイカ、そのレッドモンスターと言われる赤い型のアオリイカに向けた 4.5 号、そして5号のシリーズ、強烈なパワー、そして深い水深にも耐えうる強度を最優先して、深い場所でもしっかりとアピールでき、そしてアオリイカからのアタック、ダメージの消耗回避のためにあえてウォームジャケットを取り去った大型専用モデルとして非常に尖った引き算仕様の専用モデルです。ショアからのエギングだけではありません。
船からのオフショアのエギングにも専用設計が必要でした。ショアから船へとフィールドが広がって、船を潮流や風で流しながら深場を狙うティップランエギングという革新的な釣り方が誕生します。そしてこのティップランエギングに専用のエギの開発が急務となりました。そしてエギ王 DD スパイダーが誕生します。ティップランエギング専用モデルとしての確固たる先陣を切りました。深場へ素早く届く沈下速度と船上からのロッドアクション、しゃくりでも軽快に動くボディバランス、8つの特徴でイカを釣るティップランエギング専用エギとしての基礎バランスを確立したモデルです。 DD スパイダーでティップランエギング専用のエギ開発の扉を開いた我々が次に向かった課題がありました。市場がどんどん成熟していく中で、船の揺れ、そして速い潮流、激流、その穂先のわずかな動きを、そういった当たりを捉えていく、感知する。そのためにエギに求められたのは水中での静止、安定性でした。漂うのではなく止まる、その極限の安定性を追求して生まれたのがエギ王 TR です。 DD スパイダーのコンセプトを引き継いで生まれたエギ王 TR、 これがエギ王シリーズでのティップラン専用モデルとしての完成形へと昇華させました。エギ王 TR に搭載されたハイドロフィン TR、ショアエギングのエギ王 K で培った安定技術ハイドロフィン、これをオフショア用に大型化しました。水深が深く潮流の速いエリア、そういったゾーンでも驚異的な安定感で激流や船の揺れを相殺してピタッと止める、いかに迷わず乗せる間を与えるエギ王におけるティップラン専用モデルの革新技術です。そして2019年、レッドフリーシンカーを搭載します。オフショア領域においても環境負荷を軽減した鈴製のシンカーを搭載しました。エギ王が生まれて25年、変わらなかったものがあります。それはもっと釣れるエギを作りたいという思い。その時代、そのフィールド、その一杯のためにエギ王は進化を続けてきました。そしてその進化はまだ終わりません。これからのエギ王にご期待ください。